ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材はこちらね。エイリアンの卵みたいなヤバい見た目の生き物4選。エイリアン。またなんて題材を。エイリアンみたいな生き物。じゃない？エイリアンの卵みたいな生き物ですって？おう、エイリアンみたいな子、ではなく、エイリアンの卵みたいな子、だぜ。マジ？まさかエイリアンの卵って、今見せてる画像みたいな？これって、映画のエイリアンに出てきてた卵よね？そうだな。おそらく映画のエイリアンを見た人の多くが、エイリアンの卵と言ったらこの子を想像するはず。そうでしょうけど。まさか本当にこんな感じのヤバい見た目の卵があるっていうの？今回紹介する子は全部卵ではないぜ。見た目がエイリアンの卵っぽい子だ。例としてはこの子を挙げられるからパッと紹介するぜ。は？何これ、エイリアンの卵が並んでる。エイリアンの卵に見えるだろ？この画像は SNS などで拡散されて、多くの人からエイリアンの卵だと騒がれたんだ。だが、この子、もちろんエイリアンの卵ではなく、実はみんなが知っている白菜なんだぜ。はぁ？白菜？白菜ってあの野菜の？そう、その白菜だ。これは霜枯れといって、細胞内の水分が凍結して外側の葉っぱが枯れた状態のことで、毎年春先くらいには白菜はこうなるらしいぜ。へえ、知らなかった。ということで、こんな感じでエイリアンの卵みたいな子は実在するんだ。なるほどね。見た目重視か。つまり、今回の題材は私的にはヤバいってことね。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。わー、今にも何か生まれそうじゃないの。何これ？何の卵？卵じゃないんだっけ？じゃあなんだっていうのよ。いい具合に混乱しているなレ夢ム。そう、この子は別に何かの生物の卵ではないんだぜ。この子は赤いカタケといって、スッポンタケ目スッポンタケ科のキノコの一種だぜ。非常に広く分布する子で、日本はもちろんのこと、世界中でこの子を見ることは可能だ。特にオーストラリア、またニュージーランドを含む太平洋の多くの島々で見られるようだ。こいつ、キノコだったの？キノコってこんなエイリアンの卵っぽい見た目してたっけ？キノコは植物や昆虫などと同じように、実は成長するにつれて姿を変化させることが多いんだ。ざっくりでは、キノコは幼菌と成菌の時期の2つに分けられるぜ。幼菌と成菌。つまりあれね。昆虫でいうところの幼虫状態が、キノコで言えば幼菌状態、と？そう考えて問題はないぜ。正確には成熟していない状態を幼菌、成熟したもの、もしくは収穫できる状態のものを成菌というぜ。みんなが知っているキノコの姿は、大体が成菌のものということだな。へえ、また変な知識が増えたわ。つまり、これもそうなのか。このエイリアンの卵っぽい姿は幼菌状態ってこと？察しがいいな。その通り、これは赤いカタケの幼菌姿だ。では、どんな成菌になるかを見てみようか。ひえー。生まれた。何この中身。つーか、生まれ方？完全にエイリアンじゃないのよ。このようにまるで卵からエイリアンが生まれるかのように、この子は幼菌の状態から成菌へと成長してその姿を見せてくれるんだぜ。これが成菌の姿だぜ。化け物すぎー。では、成菌姿を見ながら、この子の基本情報を解説だ。先ほど見てもらった通り、近来は直径2から3センチメートルの卵形で表面は白色や灰色をしている。上部裂開して赤い腕を18から24本突き出し、その後水平放射状に広がるぜ。このようにいくつもの腕を伸ばしたかのような姿から、この子はイカを連想させるため、赤いカタケと名付けられたんだ。他にも、足を広げた雲に見立てて、雲型スッポンタケという和名が与えられたこともあったが、定着せず自然消滅してしまった歴史があるぜ。雲型。よかった、定着しなくて。まだイカの方がマシだわ。さておき、成菌となるとそのイカのような腕は伸びていき、各先端は細く尖ってまるで触手のような見た目になるぜ。また、中央板上には、骨褐色の粘液状のグレバを乗せており、これが遠くからでもわかるほどの強烈な悪臭を放つんだ。何度見ても異様な姿ね。エイリアンの卵どころか、エイリアンの幼虫っぽい。しかも悪臭まで放つとかどんだけよ。まあそう悪く言うなって。
この子に限らず、悪臭を放つキノコは多いんだが、それは全て生存戦略の一つなんだぜ。腐臭などの匂いに敏感であるハエやその他の昆虫をおびき寄せて、自分にたからせて胞子をくっつけ、他の場所に運んでもらっているんだ。あ、そういう理由。花が蜜によって昆虫をおびき寄せて、花粉をくっつけて運ばせる的な話なのか。同じ目的で同じようなことをやってるだけなのに、悪臭ってだけでこうも印象が変わるとはね。ちなみにこの子、赤いカタケの仲間は約30種が知られているが、その詳しい生態などはまだまだわかっていないんだ。採集される機会自体が少ないことや、タイプ標本が採集されて以来の再記録がほとんどなかったりと、個々の種に対する詳細な分類学的検討はほとんど進んでいないとのこと。へえ、こいつ一応レアなキノコなのか。あ、全く食べる気はないし、絶対食べられないとは思うけど、このキノコは食べられるのかしら？実はその点について明記された文献は見当たらないんだ。毒があるかすら確かな情報がないぜ。これも採集される機会が少ないことが原因だろうな。ただ、キノコが中空で脆く、ボリュームに乏しいこと、そして、悪臭があることなどを鑑みれば、ほとんど食用的な価値はないと推察できるぜ。まあ、悪臭って時点で食べる気しないか。でも、こいつが大量に発生するようになったら、多分どうにかして食べようとする人が出てくるんでしょうね。さて、次の紹介に行くぜ。やばいやばいやばい、その膜はやばいって。さっき以上にエイリアンが生まれる寸前の卵。なんか赤い実の部分が見えてて、今にも膜を突き破ってきそう。これ、もしかして、また。この子は通称、タコスッポンタケといって、スッポンタケ目スッポンタケ科のキノコの一種だ。この姿は先ほど同様、葉金の姿。だいたい、数センチほどの大きさであり、白や灰褐色の金雷となっているぜ。やっぱりこいつもキノコなのか。あら？さっきのもスッポンタケ目スッポンタケかとか言ってなかったっけ？ああ、実はこの子も先ほどの赤いカタケも同じスッポンタケ科に属す、親戚くらいの関係にあるんだぜ。主にスッポンタケに属す子は、特殊な形状をしている子が大半。この二人に限らず、その姿は奇怪であり、愛好家からは非常に好評なんだ。ちなみに以前紹介した、薄利きヌガサタケも同じくスッポンタケの一種だ。あ、どっかで聞いたと思ったけど、こいつか。うわぁ、確かに薄利きヌガサタケも赤いカタケも特殊というか独特な姿のキノコよね。スッポンタケ。なんていう種族なのか。あれ？ということはだけど、こいつもやっぱり見た目がヤバくなるの？すでにエイリアンの卵っぽくヤバい見た目だけど。もちろん、この子も成菌になると、特徴的な姿を見せつけてくれるぜ。その姿から、悪魔の指とも称されるほどのな。はぁ、悪魔の指？あえて、孵化と表現しよう。この子は孵化していくとこのように花開くぜ。うっぱ。薄い膜を破いて指状の本体が伸びていき。繋がっていた指は離れ、大きく手を広げるように開かれるぜ。これもまた魔界にでも生えていそうな見た目。悪魔の指って言われるのも納得だわ。これ、さっきのやつと同じ色合いで、なんか黒い部分も似てるんだけどもしかしてこいつも同じ？よく気づいたな。この子についている黒い部分は、赤いカタケの中心部にあったものと同じ、グレバと呼ばれる粘液状の胞子の集合体なんだ。その粘液をくっつけて虫に運ばせるために、やはりこの子も腐臭を漂わせるぜ。形容するなら、魚や紙の腐ったような異臭とのこと。この子の異臭もなかなかに強烈で、それを元に見つけることができるくらいだ。ただ、金雷の状態の時には匂いを発していないので、どこにあるのかはわかりにくく発見はしづらいようだぜ。こいつもさっきのも見た目通りで、逆に安心するレベルね。ここまで一緒ってことは、こいつも食べるのは無理なの？もしくは情報がないとか？この子についてはある程度資料はあってだな。見かけによらず毒は持たないし、食べることも可能なんだ。こいつ食べられるのか？この子はオーストラリア原産のキノコであり、暖かい気候の南半球が主な生息地で、アジアや北米などにも分布している。そのうち、原産国であるオーストラリアでは、こう言い伝えられているようだぜ。タコスッポンタケを食べるのは、食糧危機に陥った場合のみ。最終手段、奥の手、とな。最終手段に選ばれるほど、普段だったら絶対に食べたくない、と。もちろん、理由はこの子が持つ独特な匂いのせいだな。どれだけ洗い流したり調理したりと処理しても、その匂いは取れないし、匂いが味に染み込むようだぜ。想像したくない。最終手段だとしても食べるのは拒否したいところね。そんな霊夢には金雷がおすすめだ。
先ほど話した通り、近来であれば匂いは出ていないので、比較的美味しく食べられる。みたいだぜ。みたいって、確証ないんかい？やっぱり、私は遠慮しておくわ。さて、次の紹介に行くぜ。ちょっと変化球で、エイリアンの卵そのものではなく、エイリアンの卵が帰った後、みたいなご紹介だ。何それ怖い。さっきまでも卵が帰ったかのような見た目だったのに、そんなことを強調するって一体。では、こちらだ。おー。マジだ。絶対そこに何かあった。絶対、これ、なんか生まれちゃった後でしょ？何この気持ち悪い模様。中心部分とかさっきの赤い畑みたいだし、質感がブヨブヨしてるのが伝わってくるし気持ち悪い。これ、一体、何なのよ。これは実はとあるクラゲが浜辺に打ち上げられた姿なんだぜ。クラゲ？別の写真ではこんな感じだな。はぁ。想像以上にでかい。これがクラゲ。一体、どんなクラゲなのよ。この子の正体は、北幽霊クラゲといって、幽霊クラゲか幽霊クラゲ属に属すクラゲの一種なんだ。ライオンの縦紙のような赤銅色の触手があることから、別名、ライオン縦紙クラゲとも呼ばれているぜ。うわぁ、何このクラゲやっぱ。何この触手の量は。大量にありすぎてもはや体みたいになってるじゃないの。この触手、他のクラゲとは比べ物にならない密度で、最高に活かしてるよな。この子はこの大量の触手を使って、周囲の魚やプランクトン、小さなクラゲなどの獲物を捕まえ、引きずり込み、貪りながら海を漂って生活しているんだぜ。こんなのが海を漂ってるとか恐ろしい話だわ。いや、そこまで恐れることはないぜ。もちろん油断すべきではないが、積極的に人間を襲うわけでもない。また、触手には毒を持っていて獲物を痺れさせたりするんだが、人間が刺された場合は多少痛い程度で、命に関わるようなことはないんだ。ああ、それは安心。いやいや、そういう問題じゃないでしょ。命の危険がないとはいえ毒とか怖いし、何より見た目が怖すぎるっての。これが打ち上げられるとさっきのやつになるのよね？ってことは、この気持ち悪い見た目で、しかもでかいと？ああ、非常に巨大なクラゲだ。1870年にアメリカはマサチューセッツ州で過去最大の個体が確認され、傘の直径 2.3 メートル、触手の先端まで37メートルもあったらしいぜ。2.3 メートルの傘に37メートルの触手。は？ 37 メートルってなんじゃ？生き物の長さじゃないでしょそれは。恐ろしいほどの長さ、体の大きさだろう？実はこの子は世界一巨大なクラゲの一種としても有名な子なんだぜ。あ、世界一でかいクラゲだったのか。でかい上にこの見た目はやばい。一応補足しておくが、見た目については保証できるが、大きさに関しては個体によって大きく違うと言われているぜ。実は生息域によって大きさが全然違うことがわかっているんだ。低緯度で見られるものは、遥か北に生息する子よりもかなり小さく、傘は約50センチメートルほどの個体がほとんどなんだぜ。よくあるあれかしら？寒いところほど体がでかくなるみたいな話があったわよね？ベルクマンの法則のことだな。確かに存在する法則だが、それは高温動物の話。クラゲは変温動物に当たるので、その法則は当てはまらないぜ。また、変温動物の場合は逆ベルクマンの法則が当てはまる種もいて、文字通り逆に寒い地域に生息する子ほど、体が小さくなる傾向が見られるんだが、この子には当てはまらないな。逆ベルクマンの法則。そんな法則もあったのね。ただ、このクラゲは変温動物なのに、ベルクマンの法則の方に当てはまるということかしら？見かけだけで言えばそうだが、法則の原理には全く当てはまらないので関係のない話だろうな。要するになぜこの子が生息域によってサイズが違うのかは分かっていないということだぜ。ってことは、例によってあんまり生態は分かっていないタイプなのかしら？いや、分かっていることは結構あるんだ。例えば、この子は大体水面の近くに漂っていることが多くて、深くても水深20メートルほどのようだ。この子たちは泳ぎが下手なんだが、長距離を移動することで知られている。積極的に方向は定めず、ほぼ海流に身を任せて漂っていることが多いぜ。これが理由で、運が悪いと海流によって浜辺に容赦なく打ち上げられる。すると、このような奇妙な跡を浜辺に残し、人々を驚かせるんだ。何度見てもこの見た目はきつい。やっぱり打ち上げられた姿はエイリアンが孵化した後みたいだわ。他にもこんな感じになる子もいるぜ。冷え。うわ。子供と並ぶとデカさがよくわかるわね。通過なんて満面の笑顔。将来有望だよな。
何を望まれてるのかわからん。わかりたくもない。さて、次が最後だな。うわ、また卵型の気持ち悪いやつ。これは、葉っぱがついているわよね。キノコとかましてやクラゲではなさそうだけど。右側のやつとか、全身トゲだらけの卵にも見えるし。こいつの正体は一体何なのかしら？この子は綿毛頭皮蓮といって、キク科頭皮蓮属に属す被子植物の一種だ。ヒマラヤやチベットなど一部の地域に生息しており、いわゆる高山植物にあたる。地域によって多少の誤差はあるが、7月中旬から8月後半にかけて観察することができるようだ。ああ、葉っぱっぽいと思ったけど、本当にこれ植物だったのね。私の中の植物とは全く違う造形なんだけど。葉の部分が育っていると、中にはこんな感じになる子もいるぜ。うわ、ちょっと気持ち悪い。なんか芽が出たイチゴにも似てるわね。イチゴ型の子もいて、こんな感じにポツポツと群生することが多いようだな。イチゴ型というか、これも卵型ね。やっぱり、なんか微妙に鳥肌が立つし、見ようによってはエイリアンの卵か。にしても、この白いものは一体。名前が綿毛頭皮蓮。もしかして、綿毛？当たりだぜ。この子の白い部分は綿毛なんだ。過酷な環境に適応するために進化して、綿毛を身にまとって自分を守っているんだぜ。この子は高さ20センチメートルほどの植物であり、葉の表面から生えた白い綿毛が全身を覆い、全体として球形の毛糸玉のようになる。その姿から海外ではスノーボールと呼ばれたりするぜ。雪玉。ちょっとはみ出ちゃってるものがあるけど、ぴったりな名前かしらね。ちなみに綿毛を身にまとうため、代表的なセーター植物としても名高い子なんだぜ。セーターって防寒着のセーターよね？ああ、その通り。この綿毛が主に防寒着として機能するために、セーター植物と言われるようになったんだ。他にも雨よけや紫外線よけのためにも機能しているが、一見ではわからない隠れた機能も存在するぜ。綿毛で覆われた球状のてっぺんには、直径5ミリほどの小さな穴が開いているんだ。この小さな穴は、虫たちの出入り口として機能するぜ。虫がこの中に？もしかして、食虫植物とか？いや、罠なんかじゃないぜ。むしろ、昆虫を守るためにもこの子の綿毛は働くんだ。この子の内部の空間は、外気に比べて随分暖かくなっている。あるデータによれば、外気温約10度の時でも、綿毛の中は最高35度にまで達したそうだ。寒さに震えながら潜り込んできた虫たちは温められ、動きが活発になり、その結果、受粉の役割を担うことになると言われているぜ。ははなるほどね持ちつ持たれつ、一種の共生みたいなものかしらね。そこまで考えられてこの綿毛をまとうように進化したのだとしたら大したものだわ。自分と一緒に虫も守る。こんなにも優しい進化をする生物がいることは、覚えておいてほしいぜ。見た目はギョッとする感じなのに、植物も見た目にはよらないってことかしらね。以上で終わりだな。エイリアンの卵っぽい見た目のやつなんているとは思わなかったけど、結構いるものなのね。特にキノコは2つとも完全に化け物が孵化する姿だったし。卵状の近来から成長するキノコは他にもいるし、みんな、孵化する瞬間は非常に異様で見ていて飽きないと思うぜ。ぜひ、タイムラプスとキノコの学名とかで検索して探してみてくれよな。もちろん、今回紹介したこの動画もおすすめだぜ。キノコに対するこの情熱よ。あんたらしいけどさ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。